はい、皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日の動画では、このハイエースワゴンですね、1KZ エンジンを積んでいて、とても調子よく走るんですけども、一つ問題があって燃費が悪いんですよ。1リットルあたり7キロぐらいしか走りません。そこでですね、とある改造をしまして、1リットルあたり10キロ走るようにしました。ただ、この方法は少々リスクがありまして、下手をすると、トランスミッションが壊れてしまうかもしれないというね、ちょっと怖い改造なんですけども、車、ちょっと壊れても、古いから壊れてもいいかなという方がもしいらっしゃったらですね、この方法を試してみるのも悪くないかなと思います。はい、こちら一般的なオートマチック車の動力の伝わり方を表したアニメです。トルクコンバーターで動力を伝える役割の中心を担っているのが油と羽車です。ところが、この油と羽車を使った動力の伝達機構にはですね、大きな弱点があって滑りが生じるんですよね。100% 動力が伝わりません。例えば、街中で車を運転している限りは、この、青いグラフの0から0.6ぐらいの間を行ったり来たりしていることが多いですよね。そうしますと、効率はだいたい平均すると 70% ぐらいになります。残り 30% は熱として消えてしまいます。これが燃費を悪化させている大きな原因になります。このロスをある程度解消させるためには、ロックアップクラッチという機構が有効です。ところが、このロックアップクラッチ、ハイエースの場合は時速85キロ以上でないと働きません。今回の改造は、このロックアップクラッチを自分の好きなタイミングで入れたり切ったりすることによって、街中でもロックアップクラッチによって燃費を改善しようという試みです。実際、ロックアップクラッチが作動すると、トルクコンバーターの滑りがゼロになるので、エンジンの力がダイレクトにタイヤに伝わるため、効率がほぼ 100% になり、同じエンジンの回転数であれば、タイヤの回転速度が増します。逆に言うと、同じ速度であれば、エンジンの回転数を抑えることができます。これが燃費が良くなる最大の要因になります。後部座席にいるんですけども、ロックアップクラッチを制御するコンピューターは、この助手席の裏側のここに隠れています。助手席のね、これが助手席なんですけども、その裏側のこちらのパネルをめくっていただけるとコンピューターが出てくると。で、このパネルの中のね、コンピューターの一つの配線をハッキングしましてね、でそこの配線にプラス 12V を入れてあげると、なんとロックアップクラッチが働くんですね。でその操作をするためのスイッチをこのシフトレバーにつけてあげました。これです。でこれどういうスイッチかというと、押してオン、ね、これオンになってます。でもう一回押すとオフになるんですよ。なので走っていて、だいたい時速40キロぐらいになったところ、これをポンと押してあげると、これでロックアップクラッチがカチンとロックして、トルコンのスリップがなくなります。で、この時点でエンジンからですね、タイヤに、伝わるパワーのその効率が、だいたい 60% ぐらいから 90% 以上にアップします。なので、3割ぐらい改善するんですよね。燃費がこれだけで単純に3割改善します。で、止まるときはこれを戻してある。そうすると、トルコンが働くので、ストップが可能になります。ね、これが押しっぱなしでブレーキ踏んで止まるとエンストするかもしれません。もしかして。そうは言っても、この4速オートマチックというのはオリコーさんで、1速、2速、3速、4速あるんですけども、このロックアップクラッチが働くこの変速の位置っていうのが、2速、3速、4速だけです。1速の時にはこれをこうやってやってもロックアップクラッチが働かないんですよね。なので、エンジンがかかっている時に、不意にこれポンと押してしまっても急発進することがない。そんな風にできてます。なので、1速から2速に上がったところでポンとやると、ぐっと回転が下がって、エンジンの力が一気に伝わるんですよね。そうすると、エンジンの回転数が下がって、燃費がとても良くなって、アクセルワークにも素直に車が反応する。まるでですね、マニュアル車に乗ってるかのような感覚になります。これは皆さんぜひ体感してみていただきたいですね。はい、これがコンピューターの各配線なんですけども、ハイエースの場合ですね、1KZ エンジンを積んだハイエース 1KZ ね、1KZ のオートマチック用のコンピューターなんですけども、これのね、青に
ベースの色が青です。青の線の上に赤いマーキングをした線があるんですよ。ここにね、ここに分岐配線のパーツを使ってこんな風にリード線を取り出します。これをね取り出すんですよ、分岐を使ってね。でこれを配線していきます。ここからコンピューターのラインの中から、電気配線の中から青いライン、ごめんなさい、青い線ですね、青いコードに赤のマーキングをしてある線を見つけます。でそこにこの分岐用のコネクターで、適当な線でいいんですけども、こんな感じで引っ張っていきます。で先ほど引っ張ってきたラインがですね、うまいことカーペットの下をくぐらせてここまで持ってきました。これスイッチです。押しボタンスイッチで、さっきの線は1本でしたよね。たった1本の線を引っ張ってきてここまでくぐらしました。スイッチっていうのは通常2本足がついてます。でもう1本の足をどうするかというと、チャチャチャってまた沿わせてですね、こういったところを使えばいいんですけども、シガレットライターの裏側ね、他の配線もあってちょっと分かりづらいですけども、これなんですけどね、さっきコンピューターから引っ張ってきた線がこちらです。でちょっと分岐させてやって、シフターのところのこのスイッチ、これは500円ぐらいで買ってきた普通の押しボタンスイッチなんですけども、これは500円ぐらいで買ってきた普通の押しボタンスイッチです。でオンとオフがこう切り替わるんですよ、押すたびにね。こういうスイッチであることが重要です。でもう片方の配線をシガレットライターの裏側につないであります。そうすることによって何が起こるかと言いますと、このスイッチをオフの状態からオンに押しますと、プラス 12V の電圧がシガレットライターから流れてきて、で先ほどのコンピューターのところの青と赤線のところに行くわけですね。でその青と赤線のところに行った 12V はどこに行くかというと、コンピューターの中には入らないんですよ。逆流防止のダイオードがついててね、そこからロックアップクラッチの制御システム、リレーを介していくんですけども、ロックアップクラッチの制御電池リレーに行きます。そうすると何が起こるか、ロックアップクラッチがロックします。でこれはオートマチックの構造を理解している人だったら分かるんですけども、ロックアップクラッチが働くのはですね、通常高速道路で時速85キロとかそれぐらいのスピードが出ている時なんです。で、このマニュアルのスイッチをつけたことによって好きなタイミングで入れたり切ったりすることができます。例えば街中の時速40キロ、50キロの巡航時にこれを入れると、エンジンの回転数が例えば1600回転だったものが1000回転ぐらいで巡航できるようになるわけですよね。そうすると単純に燃費が良くなります。ものすごく良くなります。で、止まるときはこれを切ってやると、マニュアルで切ってやるという必要があります。でもね、慣れてしまえばそんなには苦にならないです。常にね、シフトレバーのところに手があれば、入り切りなんていうのはもう体で覚えてしまいます。マニュアル車でいうところのクラッチと同じですね。はい、それでは走ってみたいと思います。エンジン始動。今ロックアップクラッチはオフの状態です。で入れます。こんなに回転数が下がります。同じスピードで走ってるのでこんなに回転数が下がります。すごいことです。でものすごく今ロックアップクラッチがオンしてるんですけども、アクセルに対してすごくダイレクト感がありますね。ロックアップクラッチオフにします。こんなに回転が上がります。全く同じですね。今山道に入っているので、ロックアップクラッチがオフの状態だとトリコンが盛大にスリップをして非常に燃費が悪い状態になります。今ロックアップクラッチが入っているのでグイグイとダイレクトに乗っていきます。ロックアップクラッチをオフにします。今アクセルを離してます。アクセル踏んでいきます。こんなに回転が上がってしまいます。ロックアップクラッチ入れます。こんなになります。もう全然違いますね。今1400回転ですよね、エンジンの回転数が。でこれでグイグイ坂道を今登っていきます。ディーゼルエンジンは低速トルクがあるので1400回転ぐらいあれば結構な坂道を登ってしまうんですけども、ロックアップクラッチがオフの状態だとこんなに空回りしてしまいます。はい、では加速していきます。まずロックアップクラッチを切った状態で出発します。
じ加速感なのにこんなにエンジンの回転数が低くなっています。つまりスリップがないということなんですよね。はい、今回のこの改造によってだいぶ走行性能は良くなったんですけども、操作する項目が一つ増えてしまいました。ロックアップクラッチを手動で操作するということなんですけど、これ私が乗るときはいいんですけども、他の誰かが乗るときにはちょっと厄介なんですよね、説明するのがね。ですので、次回のにはですね、このロックアップ機構を速度によって自動的に切り替える。また、その速度もドライバーの好みに設定できるような改造をしていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。